こんにちは、誠です。アテネ出発の前に最後に飲みに来ました。それじゃあ最後です。乾杯。アテネは今日も暑いです。それではこれから空港に向かいます。シンタグマ広場から空港行きのバスに乗りました。バスのチケットはこんな感じです。空港に到着しました。早めにチェックインしてセキュリティゲートを通過しました。あとは出発までラウンジでゆっくりします。と、ここまでは良かったんだけどな。また欠航かよ。この後の便で行ってもパリでトランジットできないよ。すでにセキュリティゲート超えてるじゃん。このゲートにエールフランスのカウンターないじゃん。どうやってエールフランスの人と話すんだ？とりあえずセキュリティゲートの係員に聞くか。セキュリティゲートの係員に話をすると、ゲート脇のエマージェンシーの電話から電話しろと言われ、拙い英語で電話すると、1階から外に出ろ、そしてエールフランスのカウンターへ行けと言われました。1階から外に出ろ？なんだそれ。とりあえず行ってみました。するとなんと、1階は到着フロアにもなってて、バゲージクレームから外に出れました。アテネからパリというシェンゲン協定加盟国間のフライトだったんで、できたのかもしれません。いや、助かった。またチェックインカウンターに戻ってきましたが、なんと、アテネ発シャルル・ド・ゴールの便が欠航となり、別の便に遅い便、夜の便になった結果、シャルル・ド・ゴールで羽田行きにトランジットできないということになってしまいました。よって、パリに1泊することになりました。とりあえず行きもシャルル・ド・ゴールで泊まりましたけど、散々です。今日はこれからパリに行って、結局明日のパリ22時発の便で帰国することになりました。ちなみに宿泊するホテルは交渉の末、エールフランス持ちで予約してくれました。後に気象状況が悪くて管制塔の指示で欠航になったということでした。その場合、航空会社の責任じゃないので保証されないということでした。こうなったらポジティブに考えて、明日一日パリを楽しむしかないです。パリに到着しました。はい、駅を出ました。シーポールエアポートトレインの駅ですね。今12時過ぎているところです。ホテルに着きました。駅から歩いて5、6分というところです。はい、部屋に到着しました。意外と広いです。フロントでエマージェンシーの紙にサインしてくれと言われました。緊急用に取ってある部屋なのかもしれません。2階ですね。2階の部屋です。はい、こんな感じになってバスルームもとても広いです。体の不自由な方も利用しやすい部屋になってます。トイレとシャワーのみですね。もともとはニースのビーチで履く予定だったサンダルです。クッションもパリで使うことになりました。
朝になりました。朝食に向かいます。1階の朝食会場です。広いですね。ビュッフェ形式で食べ物が豊富です。確認してなかったですけど、朝食がついてたのは嬉しかったです。外を見ると天気は今一つですね。それではパリ市内へ向けて出発します。パリの気温は20度なんで、とにかく寒いんですよ。アテネは40度超えだったんで、気温が半分です。最寄りの駅のバス乗り場からパリ市内へ行けます。この機会でうまくチケットが買えなくて、結局バスの運転手から買いました。パリ市内に着きました。オペラ座の横で下車します。これがオペラガルニエですね。残念ながら正面部分は工事中だったみたいです。ここはカプシーヌ通りです。ルイ・ヴィトンが最初に店を出した通りですね。カプシーヌというバッグの名前の由来だそうです。そしてバンドオブ広場に着きました。有名な高級ホテルリッツです。これがオーステルリッツ記念柱ですね。サントノーレ通りです。高級ブランドが立ち並んでます。ブランドが好きな方は歩いてるだけでも楽しいと思います。今日はツール・ド・フランスのフィニッシュの日ということで、入れないところがあちこちあります。今日は自転車競技レースツール・ド・フランスの最終日ということで、お店が閉まっていたり道路が封鎖されていました。これも有名ホテルクリオンですね。ツール・ド・フランスのためシャンゼリゼ通りも封鎖です。なんとシャンゼリゼ通りも封鎖されてます。コンコルド広場の道を堂々と歩けるのは不思議な感じがします。コンコルド橋に来ました。セーヌ川とその先にあるエッフェル塔がよく見えます。アレクサンドル三世橋です。エッフェル塔を見に行きます。写真なんかで見ますけど、エッフェル塔が街並みの一部になってますよね。着きました。エッフェル塔です。大きくてよく見ると模様が細かいです。トゥール・エッフェル庭園からの眺めです。撮影スポットですね。雨が降ってきたんでランチにします。私はやっぱりまずはビールです。私はサーモンとペンネを頼みました。奥さんはカプチーノ、アボカドとエビのサラダです。食事を終えました。
これからエッフェル塔の別の撮影スポットへ向かいます。天気悪いですけど露店が多く出てますね。着きました。やっぱり撮影している人が多いですね。先ほどの庭園とちょうど反対側です。来てみたかった撮影スポットに到着しました。やっぱり素晴らしい眺めですけど晴れてて欲しかったな。それでは散歩しながら帰りのバス乗り場の方に行きます。道路の真ん中でエッフェル塔の撮影です。もう経験できないんじゃないかなと思います。これはレオポール・セダール・サンゴール橋です。名前長いですね。他の橋と比べると近代的な建築ですね。道路が封鎖されて歩けないので公園内を歩きます。ツール・ド・フランス初めて見ました。最終日なんで和やかな感じですかね。そして以前パリに来た時に来れなかったギャラリー・ラファイエットに来ました。中に入ってみたかったんで行ってみます。屋内の装飾がすごく綺麗です。クリスマスシーズンなんてまた綺麗な装飾なんでしょうね。外に出ました。天気は悪かったけどパリを楽しめました。一旦ホテルへ戻ってから空港へ向かいます。空港に到着しました。今回の旅行あれほどいいレストランに行ったのに結局最後の食事はマクドナルドです。バウチャーで買いました。結婚のお詫びでもらったバウチャー15ユーロを利用しました。奥さんはチーズバーガー、私はマックチキンバーガー、そしてロイヤルチーズバーガーを頼みました。あとコーラです。定番の味なんで美味しかったですね。さあ出国しました。ついに帰国です。なんだか少し寂しい感じがしますね。まさか2回も結婚になるなんてすごい体験でした。でもニース、サントリーニ、アテネ、そしてパリといろんな体験ができました。最高に楽しかったです。また来たいと思います。that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.
Is this really